どうも、てるんです。皆様、新年明けましておめでとうございます。で、新年一発目の動画なんですけど、ちょっとですね、これが食べたい、これが作りたいっていうのがパッと出てきませんで、僕が不定期に行うTwitter での皆さんが今食べたいもの教えてくれメンスっていうツイートがあるんですよ。で、皆さんからいただいたリプというか返信の中から、これ食べたい、これも食べたい、これも食べたいっていうのにちょっとリストアップしまして、で、それがゆくゆく動画になったりするんですけど、で、今年も年が明けてすぐに、この食べたいもの教えてくれメンスっていうツイートをいたしまして、いろんな美味しそうな料理やったんですけど、その中でもシチューが食べたくなりました。あれですね、ビーフシチューではなくて、白いクリームシチューの方です。何気に僕動画で一度も作ったことないなと思いまして。というわけで早速、本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。本日なんですけども、メインはクリームシチューということで、そもそもクリームシチューとは何ぞやっていうのを結構僕調べてたんですよ。そしたら結構面白かったので、ちょっとそれを皆さんと共有したい。なので今から毎度恒例長ったらしい独り言が始まりますので、別にそんなもん興味ねえよって方は下に書いてある分数まで10秒スキップだったり、いい感じに早送りしてください。とならば本日も張り切って参りましょう。じゃあまずそもそもクリームシチューなんですけど、僕ずっとこれフレンチの料理だと思ってたんですよ。でもこれあれなんですね。クリームシチューって日本の料理なんですね。調べてて一番びっくりした。ただもちろんシチューっていう料理そのものは日本のものではなくて、シチュー自体はなんか1600年ぐらいからもうフレンチというかフランスで確立していたみたいなんですけど、そもそもが煮物というか煮込み料理の総称みたいですね、シチューって。で、そのシチューの中にも茶色っぽいこのブラウン系と、あと白っぽいこのホワイト系に分かれるみたいなんですけど、フレンチの中でも。で、こっちの茶色系の代表例で言うと、ビーフシチューだったり、オックステールシチューっていう牛の尻尾のお肉を煮込んだシチュー。そういったものがこっちに入ってきて、で、こっちの代表例がアイリッシュシチューっていう羊肉のシチューだったりとか、なんかそういった感じらしいんですけど、こっちの白系のシチューの中にクリームシチューっていう料理名はないみたいですね。いわゆる日本のクリームシチューに近いもので言うと、フリカッセだったり、ブランケットって言われる、ですね、お肉をクリームで煮込んだ煮込み料理。そういったものはあるみたいなんですけど、クリームシチューはないみたいです。じゃあ今回作るこの日本のクリームシチューどっから生まれたのっていうと、具体的な年数は分からなかったんですけど、どうやら1890年ぐらいからもうシチューっていう文字があったみたいで、全国的に広まったのは戦後、1947年。敗戦後の食糧難の時代に安くて高エネルギーで栄養価のあるものを子供たちにということで、今のクリームシチューに似たようなものが学校給食として広まったみたいですよ。で、そのメニュー名が白シチューっていうらしいです。それが時を経て今クリームシチューになっていったっていうことらしいですね。調べててすごく楽しかった。というわけで早速調理の方へ参りましょう。ではまず本日の大まかな調理の流れ、こちらからご説明させていただきたいんですけど、今回かなり大量に作ります。具材を抜きにしたスープ部分だけで6リッターは超えるので、だいたい20人前ぐらい作ります。ってなった時にですね、大量の具材をこの中で炒めながら全体に均等に小麦粉をまぶして、そこに牛乳っていうのがなかなか難しいので、ダマにならないようにするのがですね。なので今回シチューのルーと言いますか、スープ部分、あそこで別に作ります。んで出来上がったこちらのシチューのルーに炒めた具材をガッチャンコっていう感じで2つのフライパンを使って作っていきます。なんていうかあれですね、クリームシチューダマダマ問題に関しての石橋を叩いて渡るスタイルです。というわけでまずはクリームシチューのルー、こちらから合わせていきますので、そちらの材料たちをせーの。こちらからブイヨン、牛乳、生クリーム、無塩バター、小麦粉で、今回の分量がこちらから2リットル、3.6 リットル、400ミリリットル、400グラム、300グラムで、こちらだいぶ分量がぶっ飛んでいますけども、こちら全部10で割り切れます。10で割ると大体2人前くらいになりますので、なんかいい感じに約分しながら見てもらえたらと思います。で、こちらを使って今からルーを作っていくわけですけども、これらのうちこちらのブイヨンだけまだ何も入っていないのはですね、今回はこちらのブイヨンから作っていきたいからです。楽しくなってきましたね。で、今回ブイヨンを煮出す時間としては2時間から3時間くらいは考えてるんですけど、なので比較的パパッと出来上がるんですけど、もちろんそんな長時間調理はできないよってお方はぜひね、こちらのマギーブイヨンとかこういったもので代用されてください。結構材料費もかかりますので。というわけでここからは今回のシチュールーに使うブイヨン取りから始まります。
それでは今回のブイヨンに使っていく材料たちをせーの。こちらから牛すじ、鶏ガラ、骨付き若鶏、ニンニク、人参、セロリ、玉ねぎ、ブーケガルニ、お塩で、今回の分量がこちらから 500g、500g、500g、2から3粒、1本1本1個1袋 2,3 つまみぐらいで、こちらのお塩は後で煮込む時にこのお塩の塩分による浸透圧の力でより食材の味を引き出すためのお塩ですね。いわゆる味出しの塩というやつです。で、僕が以前コンソメを作った時には牛骨だったりそういったものも使って結構本格的に作ったんですけど、今回はあくまでもお出汁というかお水の代わりに使うような形で使っていきますので、結構ライトな感じで作っていこうかなって思ってます。そしてここに加えるお水の量は 3.5 リットルから4リッターぐらいって考えてます。よいしょ、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずこちらのガラたち、こちらの鶏ガラと骨付き若鶏に関しては1時間ほど流水にさらして全体的にうっすらピンクになるくらいまで血を抜いてあります。なのでこちらはもうそのまま OK。 続いて牛すじ、ちょっとこのままでは大きすぎるのでだいたいこのくらいに。で、この後野菜を刻む時もそうなんですけど、あまり小さく切りすぎるとスープの濁りだったりそういったものにつながってしまうので、この後2時間3時間炊いた時にちょうど煮崩れるくらいの大きさ、そのくらいを目指して。なのでこちらのセロリも一太刀半分からのだいたいこのくらいに。で、ぬんずん。人参はちょっと大きすぎましたね。で、玉ねぎ。で、最後ニンニク。この後ニンニクだけはちょっと油で炒めますので、この中心の焦げやすい新芽、ここだけ外してあげて、これで準備 OK。 ではここからいつものブイヨン作りと同じですね。今準備したものの中からこちらのニンニクだけをフライパンにオリーブオイルで火にかけて、こちらのニンニクをこんがりとちょっと香ばしさが欲しいので、ただこちら結構油が跳ねますので焼き鳥にはご注意ください。両面こんがりすればこれで OK。 そうしましたら鶏肉と鶏ガラ、そして牛すじ、そして 3.5 リットルから4リットルのお水。そうしましたら火にかけて、だんだんと沸いてきましたらひたすらこのアクのお掃除、あと余分な油なんかも。しばらくしてアクが出なくなってきたところで、お野菜たちとブーケガルニでお塩、あとは終わりかけのバブくらいの弱火加減でだいたい2時間から3時間ちょっと待ちのお時間です。じゃあこちらをこしまして、じゃあこの腰柄のうちこちらの牛すじ、こちらはめちゃくちゃ美味しそうなので、こっちはあれですね、僕のお夜食用の牛すじ煮込みですね。これでブイヨン完成。じゃあこちらは今回使う2リットル分測りまして、でこちらのブイヨン、和食でいうところの昆布だしとかかつおだしと違って冷凍が効きますので、もし若干余ったなっていう場合はこちらも冷凍保存しておいて、例えばカレーライスだったりとかそういった場面で使い回してもらったらなと思います。ではこれにて、シチューのルーに使う材料は全て揃いましたので、まずはパパッとシチューのルーから仕上げていこうと思います。ただ今せっかくこちらのブイヨンを取ったんですけど、ちょっとこちら後ほどすごく大事な仕事がありますので、ちょっと一旦この子はバイバイ。ではお鍋にバターを 400g で火にかけまして、
でバターも溶けてきましたので、はい、ふるった薄力粉 300g、 こちらを粉っぽさがなくなるまで、いやもうちょっと小麦粉あってもいいですね。はい、小麦粉 50g 追加では、全体的にこう滑らかになりましたので、ここで冷たい牛乳、これをダマにならんごとちょっとずつちょっとずつしっかり中火で火に当ててあげながら、じゃあ今こちらで1リットル目終了で、このダマダマを回避するために僕が気をつけていることは、しっかり鍋肌までケアしてあげることと、あともちろん牛乳を一気に注ぎすぎないことと、しっかりとちゃんと中火で火に当ててあげることと、今はまだまだ全然牛乳を入れてどんどんこう重たくなっていってる状態なんですけど、これがもうちょっとすると牛乳を加えると緩んでくるタイミングがあるんですよね。そのタイミングで気を抜かないことかな。はい、これで2リットル目終了で、大体この辺くらいから結構牛乳を加えると緩くなるようになってきたんですけど、この辺りで気を抜かない。こちらで今大体約3リットル分の牛乳です。このくらいまで来たらちょっと気を抜いてもいいかなとなりますよね。だけど一応最後まで気を抜かず、以上これにて牛乳はもう加え終わりましたので、最後に生クリーム、以上これにてダマのない滑らかなシチュールーの完成で、今こちら結構粘度が高いというかドロッとしてると思うんですけど、これで大丈夫です。なんせこの後にブイヨンが2リットル入りますんで、まだこの段階ではこのドロドロで大丈夫です。では一旦この子は置いといて、ここから先は今回のシチューの具材、そちらの仕込みに参ります。それでは本日のシチューに使っていく具材たちの登場です。せーの。こちらから鶏もも肉、小かぶ、玉ねぎ、ブロッコリー、人参、ニンニク、塩、胡椒、粉チーズ、ローリエ、白ワイン。で、今回の分量が、もう正直ここに関してはもう皆さんのお好みの量でとしか申し上げられないんですけど、一応今回僕がご用意した分が、こちらから7枚、5玉、5玉、5房、8本、5粒、適量 50g、4枚から5枚 500cc。で、具材はこれら以外でも、代表的なじゃがいもであったり、香りの出るマッシュルームとか、しめじとか、舞茸とか、あとおしゃれにほうれん草とか、そんなのが入っても美味しいですよね、シチューって。でも今回はこんな感じで。じゃあパパッと準備していきましょう。ではまずこの時期の味覚、かぶ。で、今回見栄え的にちょっと茎は外したいので、今日は切り離しちゃって、で、今回小かぶとはいえそこそこ立派なので、多分皮が気になると思うので、ちょっと皮は剥いて、で、あとはこちらを普通に8等分にくし切り。で、ここまでする必要はないとは思うんですけど、一応煮崩れ防止のために面取り。じゃあこちらの面取りした部分とこの茎付近、この辺はお味噌汁の具材として。で、皮。こちらもお味噌汁の具材なんかにしてもらってもいいと思うんですけど、今回せっかくこんなにいっぱいありますので、一度塩もみして1分ほど揉んでしんなりとしてきましたら、水洗い、お塩を抜くように2回くらいすすぎ洗いで。では水気はよーっと切って、こちら先ほどの塩もみで結構塩分入ってますので、控えめな量の塩昆布、そして控えめにお醤油、そして皆さん大好きごま油、あとはひねりごま、
これで大体どんなものでも美味しくなるごま油和えの完成。この味付けを外さんですよね。じゃあ続いて玉ねぎ。ここは下のお味噌汁。こっちは3分の1カットのくし切り。こっちは、4分の1カットのくし切り。なんていうかこうサイズ感を合わせるように。じゃあ続いてブロッコリー。まずは小房に分けて、で茎、ちょっと硬い皮だけ外して、こっちの柔らかい中心部分は食べやすいサイズ感にカット。こっちの茎の中心部分は柔らかいので、もう普通に塩茹でして夜食にマヨネーズビュッとかけて食べるとして、こちらの側の方、こちらちょっと繊維質で硬いので、さっと塩茹でというよりかは、僕は個人的にガーリックバターソースなんかで炒めるのが好きです。続きましてレンズン。今日は皮ごといきましょう。で今回の切り方、乱切りでもいいんですけど、なんとなく見栄え的に本日はシャトーカットにしたいということで、ちょっともったいないですけど、大きめにヘタをズドン。ここはここでお味噌汁に。でこれをまず半分にカット。でこちらの細い方は4分の1カット。でこちらの太い方はだいたい6分の1カット。だいたい大きさが揃うように。じゃああとは面取りしていくだけですね。ちょっとこう全体的に丸みを帯びるように。よく人参のグラッセなんかで見る形。結構今日は簡単にやってますけども。でこちらシャトー切りした後の端っこたち、結構いっぱい出ちゃったんですけど、なんか形的にこれは明日のあれですね、人参のきんぴら、もしくは人参しりしり、そんな感じで活用しようかなと思います。続いてにんにく。まずはお尻と皮むいて、で縦半分からの新芽は取って、あとは普通にみじん切り。であんまりこうクリームシチューにニンニクのイメージじゃないと思うんですけど、結構クリームシチューのルーなんかを見るとガーリックパウダーなんかも使われたりするんですよね。でもってプロの料理人の方のレシピなんか見ても結構ニンニク入ったりもしますんで、僕はこれだけの量を作るんでこんぐらいですけど、皆さんだったらニンニク1片くらいちょっと入れてみてもいいのかなと思います。じゃあ最後鶏もも肉。ちょっとまず不格好なのでこの辺の皮ちょっと揃えて、で膝関節の部分で1たちで、足首側はこれを3等分の太もも側はいつも通りまず3つのパーツに分けて、ここは半分でここも半分の、今回はこういった8等分で、シチューに使うのはここの部分で、ここは身が薄いので僕のいつもの水晶鶏に。じゃあまず先にこちらの身の薄いところ、こちらに片栗粉しっかりまんべんなくまぶして、沸騰したお湯に落として、もうこちらすぐに火が入りますんで、ものの1分半から2分ほどで
氷水にチャポン。あとは余分な水分を拭き取ればツヤツヤプルプルの水晶鶏完成。あとは器に盛り付けて、で今日ちょっとあしらいが他にないので、この長ネギの青きところ、これを散りばめて、今日は気分的に味ぽんと、はい、ラー油、これで完成というわけで、これにて全ての食材の切り付けというかカットが終わりましたので、ここからいよいよ本調理に入っていくんですけど、こちらの鶏もも肉と、あと玉ねぎ、かぶ、この子たちは一緒に後で合同してもらうんですけど、こちらの人参とブロッコリーに関してはちょっと別行動してもらいます。理由といたしましては、人参この子だけちょっと火の通りが遅いので、先にもう火を通しておきたい。それからブロッコリー、この子に関しては火を通しすぎるとブロッコリーのせっかくのこうコリコリ食感といいますか、あの食感と、あとこの綺麗な鮮やかな緑、これが失われちゃうので、この子たち2人に関しては別行動で。ではまずはこちらの別行動組、この子たちからいきます。ではまずブロッコリー、だいたい美味しいお味噌汁、もしくはちょっと濃いかなくらいのお味噌汁なので、だいたい塩分濃度 1% から 1.5% くらいの塩水を作っていただきまして、だんだんと沸いてきたところで、まずはブロッコリーの茎、こちらの茹で時間約3分。やっぱ塩茹ですると一気にこうブロッコリーの鮮やかな緑がパッときますよね。綺麗。じゃあ続いてこちらのつぼみたち、こちらの茹で時間約2分。じゃあ茹で上がったものから取り出して、じゃああとは余熱で火が入りすぎないようにパーッと仰いであげまして、人肌程度以下まで下がればこれで OK。 ただこちらのブロッコリーが持っている豊富なビタミン類って水溶性ですので、水に溶けやすいので、こういう風に塩茹でしてしまうと、こちら煮汁の方に栄養分ブワーッと流出しちゃうんですよね。なので、もし面倒でなければこちらを塩茹でじゃなくて蒸したりとか、そういう風にしてもらった方がいいのかなと思います。ただ今回はより時短ということで塩茹でですけども、じゃああとは密閉できる容器に入れて、これでブロッコリーの調理終了で、こちらこのまんまの状態で冷凍もできますので、もし余っちゃった場合はもうこのまんま冷凍庫に入れてもらって、翌日なんかアヒージョとかなんかいろんなものに活用してください。はい、お次がこちらの人参、こちらは塩茹でではなく、今回のブイヨン、こちらに加えて、まだブイヨンはこちらはまだ常温の状態です。じゃあこちらを火にかけまして、だんだん沸いてきたら優しめの中火に落として、コト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 10分から15分。よし、では煮込み終わりましたので、こちらを今回のルーの中にダーバー。もちろんこの中の美味しいブイヨンも全部。よし、これで結構ドロッとしていたシチューのルーがシチューとしてちょうどいい感じのとろみに変わりましたね。滑らか。ではいよいよここからシチューの仕上げに参ります。じゃあフライパンにうっすらとオリーブオイル。じゃあまず鶏肉で、今回はせっかくの真っ白いシチューですので、その色味を邪魔しないように、焼き目をつかないように炒めて、7割方鶏肉に火が通ったら、ここでニンニクで玉ねぎ、かぶ、で最後に白ワイン。あとはこの白ワインのアルコールを飛ばしてあげて、これをシチューにドン。では無事ドッキングできましたので、ここで軽く炙ったローリエと、あとこの中今全然塩分は入ってないので、ここでお塩
で、今回はより色味よく仕上げるためにブラックペッパーではなくて、はい、ホワイトペッパーで、これを合わせてこのままコト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 10分間この中のカブに火を通すような感じで、今この状態で味見をすると確かに美味しいんですけど、なんか物足りない感がすごいと思います。例えばコンソメキューブであったり、あと味の素であったり、そういった類のものが入っていないので、なのでここで登場パルミジャーノレッジャーノ、これを 50g、 表面をわさっと覆うくらいに。ではこれにてど濃厚クリームシチュー完成。ではこれにてラスト、最後がですね、パンを作りたい。実際問題ご飯も炊いてあるので、今日はご飯とパン両方味わおうかなと思ってます。で、パンといえば発酵の手順であったり、あと焼きのオーブンの時間だったり、そういったものがね、やっぱり必要になってくるんですけど、僕はこの辺がよくわからない。なので、本日作っていくパンは、発酵も必要なくて、オーブンも必要なくて、フライパンで簡単にできる、チャパティって言われるパンです。ですね、インドであったりとか、バングラデシュだったりとか、そういった地方で食べられている家庭用のパンなんですけど、インド料理で有名なナンとはちょっと似てるけど似てない、なんかそんな感じのパンです。ちょっとこれをね、作ってみたかったんです。ということで、本日のチャパティに使っていく材料たちを、せーの。こちらから強力粉、お水、オリーブオイル、お塩。で、今回の分量が、こちらから 300g、200cc、30cc、2つまみ。で、本来のチャパティだと、こちら、強力粉だったり薄力粉ではなくて、ここ全粒粉なんですよね。こういった精製された真っ白いお粉じゃなくて、もうもみ殻ごと引き下ろした茶色っぽいお粉、あちらなんですけど、なんか強力粉で作った方がなんかもちっとするんじゃないかなっていう、なんかそういう浅はかな考えです。じゃあならば作っていきましょう。まずはお塩をなじませて、でお水、もう特に何も考えることなく。で、だんだんとまとまってきたところで、はい、オリーブオイル。これを練り合わせて、じゃあ全体がきれいに馴染んだところで、ラップをして30分休ませるだけ。もう発酵でもなんでもなく、ただ休ませてるだけです。よし、では休ませ完了。じゃあちょっと打ち粉して、この上に今回の生地、はい、よいしょ。あとはだいたい同じ大きさになるようにちぎっていって、で一応表面ならして、じゃあ改めて打ち粉からのだいたい2ミリくらいに伸ばして、全部だいたいこんな形に。ではちょっと下手くそでしたけども、一応これでチャパティの生地完成。では油を引かずにフライパンに火をつけて、はい、チャパティいってらっしゃい。そしたらぷっくらと膨らんできて、で焼き目がつくみたいなんですよね。あ、でもちょっと膨らんできた。こうなんか空気の穴が。うわ、これ超楽しい。じゃあこちらをひっくり返して、もう裏面もこんがりと。で、合ってるかわかんないですけど、今ちょうど火加減は優しめの中火って感じです。よし、じゃあこれにて裏面も焼き上がり。じゃあ一応この子の粗熱は取っといて、粗熱が取れたら乾燥しないように蓋。すんごい、めっちゃ膨らんできた。よし、じゃあこの子はもう OK。焼いてて分かりました。これあんまり薄くしすぎると、なんかあんまりパンって感じなくなっちゃうので、こんくらいちょっと分厚みがあった方がいいですね。途中で気づいてよかった。そしてなおかつこれ結構フライパンへのダメージが大きいので、もう空だきみたいなもんなので、もうテフロン加工なんかはけちゃった使わないフライパン、そちらを使われることを推奨します。じゃあこれにてチャパティ完成。よし、それではフライパンにオリーブオイルさして、今回使い切らなかったカブ、弱火でじっくり焼き目つけて、でブロッコリーの皮も加えて、あとはこちらのガーリックバターソースをびしゃがけ。
とは仕上げに黒胡椒。これで余り物たちのガーリックバター炒め完成。はい、というわけではい、これでクリームシチューセットの出来上がりです。では実食編に行こう。というわけで無事完成。カイジャリ水魚でチャパティは今こちらに持ってきてるんですけど、こちらはまた後ほどで、さすがに今回作ったクリームシチュー全部はもう食べきれないので、あちら多分おそらく全部で12、3キロはあるので、僕が美味しく食べれる範囲内で残った分はご近所さんですね。じゃあもう今こちら冷え冷えなので、ちょっと一度火をかけて焦がさないように注意しながら、ちょっとこの子はお留守番。はい、てなわけでして、いただきます。うまいね。じゃあまずぬくめてる間に、もう冷めちゃったんですけど、こちらのガーリックバター炒め。もうね、カブがめちゃくちゃ美味しそうなんですよね。まあそりゃ美味しいよね。ちょっと皮に近い外側の方はちょっと繊維質でこうシャキッとしてて、もう中心部分はもうトロトロ。物流耐久。ただこの調理法だとカブの持ってるなんていうんですかね、奥ゆかしい香りと言いますか、まさに冬を告げる香り、あれをバターがぶっ飛ばしてるので、そういう意味ではちょっと失敗かなっていう感じはしますけど、でも美味しいか美味しくないかで言ったら圧倒的に美味しい。やっぱガーリックバターソース強すぎるのよ。じゃあ安定感抜群のブロッコリーの茎。いいですね。ゴリゴリですね。もうちょっと細く千切りしてあげればもっともっと食べやすくなるんでしょうけど、もう僕はもう顎がゴリラなので、この分厚さのゴリゴリ感で。じゃあこちらはまた後ほどいただくとして、お次がこちら。水晶鶏。いや、まあそれは美味しいよね。だってもう味付けほぼあれですもん。餃子のタレ&ラー油ですもん。でもって水晶鶏にしてあるので、もう一切パサつきはなくプルプル。表現としてはなんか艶やかな印象。もうこれはビールですね。ラー油が入ってる分ピリ辛ですごくお酒に合う。じゃあこちらもまた後ほど。そうしましたらですね、何やらいい音がするんですよね。はい、無事ぬくめ直し終了。ちょっとよそう前に、この子結構焦げるのでそこを取りたい。せっかくね綺麗にパセリを散りばめましたけども、焦げたら元も子もないので、もうついでるこの段階でわかる。絶対に美味しい。そしてなんだろう、この木のお皿に入れることで生じる圧倒的ハイジ感。じゃあ早速食べていきましょうか。まずはもうスープそのものから。うまい。ただあれですね、彩りにパセリバーって散らしましたけど、個人的にはパセリなかった方が良かったな。パセリの主張がすごい。で、スープの味としてはお砂糖一切加えてないですけど、甘い。砂糖の甘さじゃなくて、例えば小麦粉のでんぷんの甘さだったりとか、あと牛乳の甘さだったりとか、あとはこの中の玉ねぎとかカブとかそういった野菜からの甘みとか、なんていうんですかね、この感じ。なんかこうため息混じるの、はぁうまいっていうタイプの美味しさです。そして一切ダマは作ってないので、口当たりがものすごく滑らかで、結構パルミジャーノが効いてますね。コンソメスープであったりブイヨンの素であったり、そういったものは一切入ってないですけど、チーズの持つアミノ酸の結晶チロシン、あの子のおかげですっごい満足感です。この子でもって香りも結構バシッとチーズの香り。
めちゃくちゃ美味しい。我ながらいいシチューに仕上がった。じゃあここからは安定感の塊、人参。柔らかい。じゃあ続きましてブロッコリー。しっかり食感残ってめちゃくちゃ美味しい。やっぱり僕はこのブロッコリーのコリコリ食感が好き。で玉ねぎ、意外とまだシャキシャキ感残っててくれてた。美味しい。んでカブ、いい具合のトロトロ。先ほどのバター炒めと同じようにちょっと皮肌はシャキッとしてて中心はトロットロ。ただちょっと大きい方のカブはもう少し煮込んでよかったかな。それでは僕はちょっと一旦黙ります。ということで1杯目完食。ではお次はですね、ずーっと気になってるチャパティ、あちらをつけて食べたい。はい、登場。じゃあ食べやすいことちょっとちぎってこちらのスープにダブンと。ちょっと粉っぽいですけど、これは多分打ち粉の粉っぽさかな。それはあるんですけど、僕は嫌いじゃない。やっぱり発酵の過程を経るなんとかだともっとこうもちっとふわっとしてると思うんですけど、そっちじゃなくて、これなんて言ったらいいのかな、強力粉を使ってあるのでもちもちはしてるんですけど、僕はこれを表現する言葉を知らないかもしれない。なんていうかしっかり食感のナンかな。僕らが普段食べるパンって例えばバターの香りだったりとかいろんな香りがしますけど、この子に関してはもう小麦粉っていう感じの香り。すごくシンプル。でもこれを僕お米の代わりにずっとこれねって言われても僕ははいわかりましたって答えられそう。全然いけますね。本来のレシピである全粒粉、そっちを使ったらもっともっとね香りなんかも変わってくると思いますけどね、僕はこれ結構好き。僕好きだわ。こちらものすごく簡単に作れますので、もしご興味がありましたらぜひ。鶏肉うまっ。まだカブはまだまだ煮込みたいな。こっちのちっちゃい方はなトロットロなんだけどな。いやなんかですね、食べれば食べるほどちょっと癖になる。特に僕は顎がゴリラなんで、こういう噛み応えのしっかりとしたものちょっとハマりそう。で食べてて思ったんですけど、シチューにも合うんですけど、やっぱこの子はカレーですね。合わせるなら絶対そっちの方が輝くと思う。明日ジャワカレー作ります。でこっからなんですけど、残りがあとこれだけしかないんですよ。多分あと2人前くらいしかないので、よいしょ、おかわりは無限にありますからね。ちょっとこっから先はご飯で食べたいので、もう比較的ルー多めで。じゃあ早速ぬくめて、じゃあ無事ぬくもったところで、はい、炊きたてほっかほかご飯。ここにダバー。できた、シチューオンザライス。バゲットというかパンもいいけどご飯もいいですよね、シチューってね。こんな感じで。うまい。
なんでしょう。皆さんが想像されている通りの味なので、なんか特筆してなんかお伝えすることがないんですけど、ことご飯に関して言うと、普通にスーパーで購入できる固形のシチュールー、あちらで作ったシチューの方がご飯には合う気がする。ちょっとパンチが弱いかな。今回に関してはもうそのままいただくか、もしくはパンですね。いやでもうまいな。美味しいです。いやいや、意外とお腹いっぱいになってきましたね。無理はしたくないので、最後一杯はもうそのまんまシチューとしていただいて、で、あとちょっと残ってるこちらのバター炒めと一緒に最後の締めのお時間です。でもその前に完全にこの子を忘れていた。カブの皮の和え物。いやー美味しいね。やっぱ大根の皮と同じようにこのパリパリ食感で、でも大根ほどはあまり硬くなく、そしてカブの持ってるこの香りでもって味付けはもう外れのない定番のやつ。はい、カブの皮の和え物完食。じゃあここから先はいつものごとくじゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。ちょっと乳脂肪分取りすぎだなーって体が言ってますけども、でもすごく美味しかったですね。ただ、正直に言うと、多分味の濃さであったりですとか、それこそお子さんから大人までって考えたら、おそらくスーパーで購入できる固形のシチュール、そちらの方が多分、万人受けというか、美味しいなって感じると思います。もうこちらもほぼほぼ自然由来って感じですからね。ただその分、これはチーズの旨味だなとか、これは玉ねぎの甘みだなとか、なんかそういった感じでこうしみじみできるようなチームに仕上がったかなと思います。で、なおかつ思い入れ補正がすごいので、今日の晩食もなんていうか有意義なものになりましたね。個人的には大変大満足でございました。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。